ジパング青春期で、主演の龍太役をやっております小山裕太です。主演をやるということですごく嬉しい思いもあったんですけど、一方でやっぱり震災のことを扱うということで大きいプレッシャーもすごく感じてました。でそのプレッシャーの中で、どうしてどういうふうに龍太という役を演じたらいいのかなというふうに考え続けたんですけども、龍太はですね、震災が1611年に慶長の大津波という災害があって、その津波で家族をみんな流されてしまって、大切な村とかそういうものも全部なくなってしまった青年なんですね。その龍太が、村の人たちの助けや、政宗様、伊達政宗が出てくるんですけど、その政宗の夢に突き動かされながら、一歩前に進んでいくというようなお話なんです。自然災害はいつの世も同じ。大切な命が奪われる悲しみとともに、生き延びた者たちにも苦しみが続く。東日本大震災と同規模と言われる慶長の大津波が起きたのは1611年の12月2日。すでに冬で被災した村人たちは途方に暮れた。ボランティアなんてありがてえものを願ったしな。ワークショップの実行委員会の実行委員としています、南部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ここ閖上ですけども、震災から9年8ヶ月が経ちます。ここ閖上の町は、全国世界の皆さんからですね、たくさんのご支援をいただきまして、このような素敵な町が、出来上がりました。これからですね、地域として顔の見える地域づくりをしていきたいというところで、このワークショップを企画いたしました。ぜひ、プロのご指導いただいてですね、コラボステージの方に立っていただきたいと思います。夜明けの海には皆さん両手を出してください。両手でバーッと開きます。真っ暗な夜が明けて太陽がキラキラって昇ってくるイメージでバーッと明るくなる空をイメージします。夜明けの海に祈りの歌を捧げよう。宮城県に、綿の葉に今復元船ですか、サン・ファン・バウティスタ号があるんですけども、そのこの船を作るっていうのも400年前ですかね、三陸の地震があった時に、そこで暮らす農民たちに仕事を与えていって、伊達政宗公の話でっていうところですかね。でこちらの閖上の地も9年8ヶ月前に東日本大震災で甚大な被害を受けて、そこで町が復興しつつあるというところで、やはりここを復興したこの町で公演をしていただけたらということで実行委員を立ち上げて、今回公演に向けてのワークショップをする流れとなったところです。これは海に浸かった跡がある。海から流れてきたんだ、きっと。海から？んだ、
あの時沖に流されたのが今帰ってきたんだいが。あの時？そう、あの時。去年福島公演の時、実行委員何人かと見に行ったんですけども、東日本大震災と被る部分とかもあったりしているところで、すごく自分たちのこの地にも置き換えて見れた部分もあったのかなと思った作品です。我が家にとっては幸いというか、親族っていうところではみんな無事ではあったんですけども、大変お世話になった方々とか、お知り合いの方々、たくさんの方、ご近所でも亡くなってという状況で、これから先本当に生活がどうやっていくんだろうかっていうすごい不安はありまして、でそこから一歩ずつできることってところでやって、再建までは7年かかって、やっと閖上の地にですね、震災から7年目に自宅を再建、できました。海に出て行かれてるシーンであったり、荒れ果てた地から農民の方々がね、本当に食べていくのも大変なところで、木を切り開いて船を作るっていうところなんか、やっぱり自分たちが震災直後これから生活どうなっていくんだろうかっていう部分なんか、やっぱり被る部分っていうのはありましたかね。私のふるさとであるこの閖上も3月11日の東日本大震災の津波の被害を受けて、前途多難というか、もう先がもう見えない、自分も農業をやってるんですけれども、農業で食べていけないんじゃないかっていう、そういう絶望感がある、そういう思いをした時に、ジパング青春期の中で主人公が、未来に向けてですね、希望を持つ船出を見た時にすごく感動しまして、この閖上の地で、できればそのジパング青春期を、皆さんに感激をしていただく、それができたら、今後の閖上の未来に何か一歩つながるのかなと、そういう思いがあって、今回閖上の地でジパング青春期をやっていただくという運びになりました。震災津波で失ったものはすごく大きくあるんですが、でも震災のおかげで、出会いやご縁というものがあって、その中で、どうしても立ち止まってしまったままの人も中にはいると思うんですが、やはり今回の、感激ジパング青春期を見ることで、その一歩を踏み出す一つのきっかけになったらすごくいいなっていう思いは強くあります。リュウタという若者が自分の家族を亡くし、全て大切なものを奪われて、そこから立ち上がっていく姿を描いているんですけども、その中で獅子踊りを踊る場面があって、でそこは町の人たちとかそういう人たちに支えられながら一歩前に進む若者の姿、その姿が見ている方の背中をグッと押せるような、そんな場面になったらいいなと思ってます。
その歌がこう出てくると、その閖上の皆さんが自然とこう手拍子を叩くんですね。でそれが本当にこう街に根付いている芸能で、みんなが共感できる、昔のこうふるさと、今は新しくなってしまった街ですけど、昔のふるさとを思い出す、そんなことがですね、やっぱり芸能の中に、こう詰め込まれているんですね。そういう瞬間にやっぱり出会えたことすごく嬉しくて、そういう思いもやっぱりこの舞台に乗せて皆さんに届けられたらなというふうに思っています。